皆様、おはようございます。私の190は来年で30歳を迎えます。いろいろと修理してこれまで乗ってきましたが、現実、いくつかの心配なこともありつつ乗っています。私は1993年式のこの車を20年以上、毎日通勤に使用しています。これまでに路上で走行不能になって仕事に遅れたことは一度もありません。しかしながら、車齢30年を迎えるベンツを通勤車として今後も使っていけるのか、今更ながらですが不安な気持ちになることも正直あります。つまりは、そろそろ190は通勤車としては引退かなと思い始めているのです。私なりに190に代わる通勤車を検討してみることにしました。今検討中の第一候補はカローラセダンです。完璧なセダンだと思うのですが、ただ最新モデルは横幅が大きくなっているので、私の住んでいる狭い生活道路で扱いにくくならないかは心配なところです。カローラセダンは中古車では支払い総額170万円ほどで購入できそうでした。ちなみにカローラセダンの車幅は 1745mm で、最近のセダン車としては小さめです。対して190の車幅は 1690mm です。第2候補はプレミオです。プレミオは旧モデルのカローラがベースになっていて、車幅は 1695mm です。これでも190よりはわずかに大きいのですが、かなり近いサイズになります。プレミオはカローラセダンよりも中古車価格は高いようでした。車の性能としては圧倒的に最新のカローラセダンの方が優れているにもかかわらず、私と同じように車幅が小さなセダンを探している人が多いのかもしれません。その他の候補としては、外車ではベンツの A クラスセダンや BMW1 シリーズ、ミニ、フォルクスワーゲンゴルフ、ポロがあります。最新の外車は故障は少なくなってきているらしいですが、私のように最低10年は乗りたい、できれば20年乗りたいと思っている場合には、国産車の方が無難なように感じています。外車は国産車よりは部品代も工賃も高すぎる場合もあり、また修理対応してくれる整備工場も少ないです。長期間所有することを考えると、190と同じ苦労はもうしたくないなと思うため、腰が引けてしまいます。完全電気自動車も非常に魅力的な候補になっています。旧モデルのリーフには3日間レンタルして乗ってみたことがあり、素晴らしい車だと思いました。問題は車両価格とバッテリー劣化時の交換費用です。さらに今は電気代の暴騰もあり、経済的にはカローラセダンの方が無難なように感じます。いろいろと考えていると、自分で何とか修理できる190をギリギリまで乗ってみて、自動車のさらなる進化を待ってもいいかなとも思ったりもします。ちなみに私が本当に欲しい車は全く違う車です。狭い車庫の幅や生活道路の懸念、修理代の心配などを無視して考えたら BMW の i8 が欲しいと、この車が発表された時から思っていました。つまらない話だったかもしれませんが、お付き合いありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。